はい、皆さんこんにちは。 SGP フォレスター TV です。さあ今回はですね、このフォレスター STI スポーツ納車されて2年が経ちましたので、改めて内外装オプション紹介していきたいと思います。まずですね、フロント周りでございますけれども、前期型から後期型に変わってね、このフロントフェイス初めはびっくりしましたけれども、新型のフロントフェイスを見た時ですね、ヘッドライトの位置、この位置がこの SK とほぼ一緒だなというところを感じまして、このデザインは新型フォレスターにつながるデザインになっているんだなということを感じました。このフロントフェイスはね、さすがに見慣れましたので、非常にねかっこいいなといったね印象を受けます。フロント周りに関してはね、オプションなどは入っておりませんが、唯一ですね、フロントガラスの撥水ですね、こちらの車にはスバル純正のフロントガラス撥水コートを施工しております。私が施工した時はですね、約1万円ぐらいでねできたと思うんですけれども、最近ですね、お値段聞いたらちょっとびっくりしてしまいました。今ね1万5,000円ぐらいしてるみたいですね。ちょっと高いかなと思います。ただですね、撥水の効果としては2年経っても問題ないので、持ちは良いかなと思いますけれども、その撥水効果に対して1万5,000円ぐらいをどう考えるかっていうところではありますよね。それとですね、この車には STI のフレキシブル系のパーツも装着しております。フロントにはフレキシブルタワーバードロースティフナー、リアにはドロースティフナーリアが装着されておりますので、この辺りもですね、またドライブフィール編でお届けしていきたいと思います。そしてサイドに回ってきておりますが、横からも、特にオプション関係はつけておりません。唯一、つけてるのはですね、こちらですね。ルーフボックス、スーリーのモーション 3XL ローというルーフボックスでございます。以前はね、スーリーモーション XTL というね大型のものを装着しておりましたけれども、今年からはね薄型のものに交換しております。いかがでしょうか。この見た目スタイリング、このねモーション 3XL ローが非常にですねかっこよいデザインになっているので、フォレスター STI スポーツにね装着した時、ものすごくマッチしているなと思いました。私はねいろいろなルーフボックスをね使ってきているんですけれども、このモーション 3XL ローのデザインはめちゃくちゃかっこよいです。でこれね、見た目のかっこよさだけじゃなくて、しっかりね空力も考えられているデザインになっているので、風切り音が小さくなっている、そんなねルーフボックスでもあります。私はねこのルーフボックス結構おすすめです。最近ですね、街中走っているとこのモーション3シリーズのルーフボックスをね乗せている車、結構ね見かけるようになりましたね。この車は STI スポーツというグレードなので、フロントには日立アステモ製のメカ式の可変ダンパーが入っていて、そしてリアにはですね STI のチューニングダンパーが入っております。この辺りの印象はですね、ドライブフィール編でお届けしていきたいと思いますので、ぜひそちらもご覧いただければと思います。でちなみにですね、2年経った樹脂パーツの色合いなんですけれども、若干やっぱりね白っぽくなっているなっていう感じはしますので、やっぱりコーティングをね施工した方が良いかなとは思います。で次はリア周りになりますが、私個人的にねやっぱりリアビュー好きだなっていうね、そんな感じはしますよね。まずご紹介したいのがこちらのね STI マフラー、これを装着することによって不盗聴サウンドを体感できます。私のチャンネルではねこの音に特化した動画もありますので、ぜひご覧いただければと思います。結構ね激しい音してますよ。そしてオプションとして取り付けているのはですね、この辺りですね。まずは STI のテールゲートガーニッシュになります。そしてカーゴステップパネルの樹脂ですね。
で、私がなぜカーゴステップパネルの樹脂を選んでるかというと、カーゴステップパネルの樹脂だとね、ここまでしっかりガードしてくれるんですよ。でフォレスターの場合だとカーゴステップパネルステンレスとね樹脂が選べるんですが、ステンレスだとこの上に乗っかるだけ、樹脂だとエッジまで守ってくれる、そんな違いがあります。ただね、樹脂にするとやっぱりね白っぽくはなるから、この辺りはコーティングを施工した方が良いかなといったね印象はあります。それではラゲッジを見ていきたいと思います。はい、私の車はねパワーリアゲートではありません。私は手動式です。こんな感じね。今はねパワーリアゲートが本当主流になっているんですけれども、私個人的にはね手動式で問題ないです。新型になってパワーリアゲートがついてくるっていうのであれば全然使えますけれども、もしパワーリアゲートのありなしが選べるならば、また多分ね手動式を選択すると思います。この辺りは完全に好みですね。で今ねテールゲートが開いてラゲッジがオープンの状態でありますけれども、やっぱりね開口部は広いですよね。この辺りはねアウトバックとは違うなと思います。フォレスターの場合はラゲッジに奥行きはないんだけれども、この開口部ね、ここ開口部が非常に広くなっております。なので長さのあるものをこう横にもね詰めるんですよ。特にこのスペース、こことここのねスペースを使うことによって長さのあるものも横に積むことができます。結構便利です。で今ねラゲッジに入っているものを紹介していくと、まずこのような箱ですね。これはね父から誕生日プレゼントでもらったんですけれども、こういったね箱があると買い物をした時ですね、買い物袋をこのままドサッと入れて置くことができますので、荷物が暴れることがなくて、こういうの1個入れとくとね良いなと思いました。あとはね STI のマット、これねちょっとね置く場所がなくて、これ STI のマットね今車に敷いているって感じでございます。昔これ使っていたんですけれども、今はですねこちらウェザーテックのラゲッジマットがありますので、このね STI マットの必要性は今はないかなといった感じです。でウェザーテックのラゲッジマットの良いところはですね SK フォレスター専用設計になっておりますので、こんな感じで縁がついてるんですよね。縁がついているからラゲッジに落ちたねゴミが外にこぼれにくいっていうのがあります。X ブレークだとねこの下撥水ラゲッジボードになっているから掃除しやすいんですけれども、その他グレードはこんな感じでね、生地だから汚れがですねこの生地に入り込んで掃除がしにくいっていうことになりますから、このようなラゲッジマットを敷いておくと良いと思います。ただねウェザーテックのねラゲッジマットね、ここにねスリットが入ってないんですよ。だからここがねちょっとねこんな感じめくれちゃってるんですけれども、この辺はねここにちょっと切り込み入れてあげれば、この紐を入れることによってこのめくれ上がればね防止できると思います。そしてラゲッジのねフック関係もご紹介します。こんな感じで結構ねフック関係充実してます。天井にはですね後期型からもフックが備わっております。そして電源もありますので、ポータブル冷蔵庫なんかを乗せて冷やし続けることができます。でさらにねフォレスターの良いところはこちらですね。このレバーを引くとこんな感じ、鉱石を倒すことができます。これはやっぱね便利ですね。ただフォレスター STI スポーツはリアゲートランプが備わっておりません。なのでちょっとねラゲッジの明るさが欲しいっていう方はオプションで選択するか、もしくは社外品で装着するっていうね、そんな感じになります。私は X ブレークに乗っていた時ですね、こことここにリアゲートランプを装着しました。その動画もねありますので、ぜひご覧いただければと思います。社外品だとね
6000円ぐらいで買えると思います。それではリアゲートをね閉めていきたいと思いますが、閉める際はここに手をかけるか、あとはここに手をかけます。でここに手をかけるとちょうどこんな感じ STI のテールゲートガーニッシュがありますので、特にパワーリアゲートをつけていない方はこちらに STI のテールゲートガーニッシュか、もしくはですねスバル純正のリアゲートプロテクターを装着すると、傷予防にもなりますからね、結構おすすめです。いいですね。リアビューをねマフラーを交換することによってさらにかっこよさは増します。次はですね内装を見ていきたいと思います。ドアを開けると、まず私の場合はカーテシーランプをですねスバル純正のものに交換しているので、ちょっとね分かりづらいですけれども、地面にはフォレスターのシルエットとロゴが表示されております。これはね私個人的におすすめできるオプションですね。夜なんかドアを開けるたびにですね、おおいいねってね思うことが多々ありますので、迷っている方は迷わずですね装着していただければと思います。そしてドアトリムですけれども、この車 STI スポーツになりますのでブラックボルドーの内装色になっております。で今年の4月にですねブラックインテリアセレクションというグレードが、登場しましたよね。ブラックインテリアセレクションはどんなグレードかというと、このフォレスター STI スポーツの内装が黒になります。なのでこのブラックボルドーの内装色が苦手だなって思っている方には非常におすすめできるグレードです。私の動画のコメントにもですねブラックインテリアセレクション契約しましたという、そんなねコメントが多数寄せられておりますので、結構ね買われる方が多いグレードなんだなと思ってます。そして足元を見るとね、この車はですねアルミペダルがついているんですよ。でなんでついてんのって思う方いらっしゃると思います。F 型になってねこのアルミペダルが樹脂に変更になってしまいました。いかがでしょうか。やっぱり見た目はねアルミペダルの方が良いですよね。この辺りはね樹脂に変更になったことによってちょっと残念だなと思えるポイントです。そして私の場合は足元は標準のマットではなくてトレーマットを敷いております。かなりね汚れちゃってますね。すみません。最近全然洗ってなかったので結構汚れているんですけれども、こんな感じで汚れても汚れがね取りやすいっていうメリットがあります。この辺り標準のね、マットに比べて掃除のしやすさであったり、いろいろな面でね良いなと思ってますので、次私が例えば新型に乗り換えた際トレーマットがあればトレーマットを選択すると思います。それぐらいね使い勝手はとても良いです。そしてシートですけれども、シートはこんな感じですね。配色パターンとしてはブラックがメインになっていてボルドーはアクセントになっているっていう、そんな感じになっているので、そんなね嫌味のない配色パターンだなと思ってます。でこのシートはね、本革のナッパレザーシートになるんですけれども、お手入れなんかやってますかとねたまにコメントありますけれども、私の場合はラナパーというクリームを使っております。使い方としてはスポンジにラナパーを少量つけて薄くね伸ばしていくっていう、そんな感じですね。数ヶ月に1回程度軽くやっているっていうね、そんな感じでございます。でちなみにラナパーはですね昔はスバル純正用品として扱いがありましたので、安心して使えるレザークリームかなと思います。それとですねシートベルトプロテクターですね、こちらも装着しております。これはですね特に A 型 B 型に乗っている方にねおすすめしたいなとは思います。 C 型以降はおそらくねこれ対策品に変わっているんですけれども、 A 型 B 型はですねこのシートベルトのこの部分が当たってめちゃくちゃ傷ついたんですよ。そうで C 型以降は
これが当たってもね傷つきにくくなっているんですけれども、私はですねその傷の具合を A 型の X ブレイクで知っていたので、ちょっとねつけてみました。つけたことによって何かあるかって言ったら、傷予防になるぐらいかなっていうね、そんな感じでございます。ただ A 型 B 型の方はこれはねつけた方が良いと思います。そして運転席に乗り込みましたけれども、運転席から見える景色はこんな感じでございます。はい。フォレスターはですね、やっぱり視界が良い。これはね、ほんと間違いないので、運転はめちゃくちゃしやすい。そして、ボンネットのサイドが盛り上がっておりますので、車幅感覚をつかみやすい、そんな車になってます。で、スバルの車はね、視界の良い車作りがされておりますから、ぐるーっと見渡すと、本当にね、視界が良いですね。そして、ここのピラーですね。このピラーも運転席から見ると、細く見える、そんなね、工夫もされているといった感じになってます。私はこのブラックボルドーの、ね、内装色に乗っていますけれども、ブラックボルドーもね、結構いいなと思いますね。これ完全に好みですけれども、例えばこれがブラック一色だとちょっとね単調かなとね思う、そんな印象もあるので、私個人的にはこのブラックボルドの内装は良いなと思ってます。でメーターに関してはねこんな感じ、二眼のメーター、しかもアナログです。これはおそらく新型に変わることによってフル液晶になってくるんじゃないかなという、そんな感じですよね。で、この車はアイサイト X はね、備わっておりませんので、アイサイトのツーリングアシストついてます。で、さらにハンドルヒーターですね。ハンドルヒーターもついております。ハンドルヒーターはね、やっぱりあった方が冬は便利ですね。すぐに温まるからね。そう、回路代わりにもなりますし。ただ、レボーグ、レイバックはね、ハンドルヒーターついておりませんのでね、この辺りつけてくれると良いなとは思いますよね。そして私、ナビはですね、ダイヤトーンですね。こちら装着しております。もうすでに製造終了になっています。で、パナソニックも製造終了ということで、今後 SK フォレスターを購入される方は、この8インチナビが選択できなくなります。でも最近はね、社外品でフローティングナビ、ちょっとね、浮いているナビなんかもありますので、そういったナビを選択していただくと、収まり的にはね、マシになるかなとは思います。しかしですね、スバルディーラーも8インチナビが選択できないっていうことで、7インチナビを選んでくれたら割り引きますっていうようなね、キャンペーンを謳っているディーラーさんもあるそうなので、そのあたりはご自身でね、ちょっと値段比較して、そう検討していただければと思います。その他オプション関係でいくと、オプションというか、私はこちら音楽聴くとき便利なので Amazon Alexa 君を車につないでいるというところと、あとはドライブレコーダー、カメラはねこちらにありますけれども、本体どこにあるかっていうと、ここです。コンソールボックスの中にですね、よいしょ、本体はこんな感じで入ってます。ドライブレコーダーの性能としてはですね、ぶっちゃけ良くないです。駐車機能あったかな、衝撃を感じたらシステムが動くっていうね、そんなドライブレコーダーだったと思うんですけれども、正直ね、当て逃げレベルだと全然働いてくれないので、そのドライブレコーダーに性能を求めるのであれば、もう社外品を絶対つけた方が良いと思います。純正のドライブレコーダーは映像を記録するだけ、そんな感じだと思ってください。ただね、純正の良いところは、ドライブレコーダーの映像をこのナビ画面で見ることができるというね、そんなことがありますけれども、社外品でもね、今や Wi-Fi でね、映像を飛ばせますので、その辺は問題ないかなと思います。それと、あとダイヤトーンナビで Apple CarPlay を使うときは、こちらのコードに USB を挿して使います。こちら HDMI ではありません。動画なんかをこのナビ画面に映しては見れないです。それができるのはパナソニックでした。Apple CarPlay を使うときはこれを使うって感じですね。そう。
このね下の USB はナビにつながっていないので、わざわざこれにつながなくてはいけないといったそんな、システムになってます。アイサイトカメラは、まだ2眼でございます。現行のスバル車はこのフォレスターを除いて3眼にねなりましたね。そうだ、まだ2眼なのはフォレスターだけです。フォレスター以外3眼になっているので、この2眼のアイサイトカメラは安全性どうですかっていうようなねコメントたまに来ますけれども、個人的には特に不便は感じていないかなと思います。前期型の吊り下げ式のね、カメラに比べてこちらは広角になっているので、前期型のものに比べたら横方向の対応にも強くなっているステレオカメラでございます。あとですね、フォレスターの後期モデルからグーパーでエアコンの温度をコントロールできる、そうジェスチャーモーションが備わったんですけれども、あれがですね太陽光の関係で勝手にね温度が変わっちゃったりするっていうことがあって、ちょっとあれはね使いにくいというか不便だなって感じることはありますね。特に西日の時に多いですね。何もやってないのにどんどんエアコンの温度が下がっていくとかね、そういったことは多々あります。なのでそれにねストレスを感じる方はそのエアコンのねジェスチャーモーションのコントロールをオフにした方が良いかと思います。それとオプションありましたね、もう一個 ETC。 こちらそう ETC があります。こちらね三菱のものなので、ピーっていうすごいけたたましい音が鳴る ETC となっております。次はね後席を見ていきたいと思います。後席こんな感じのドアトリムになってますね。ブラックボルドーの内装色になってます。ただね後席から見ると前席のシートの背面がボルドーになっておりますので、この辺りはねちょっと好み分かれるかなとは思います。まず乗り込む前にご紹介したいのは、スバルといえばこちらドアキャッチャーですね。この部品がここにはまる、そんなね、感じになっていて、これがあることによって側面から車がぶつかってきた時にドアが内側に入り込まないっていうね形になるそうですね。この辺りスバルらしい考えだと思います。そしてフォレスターはクリーンサイドシールが備わっておりますので、車外はね汚れていても車内は綺麗だというね、そんな仕組みになってます。この辺りはねとても良い作りになっていると思います。そして私の場合は後席にスバル純正のシートカバーをかけております。でこのねシートカバー本来は本革シート使用できませんっていうね、そんなね文言が書かれているんですよ。なんですけれども、後席は子供が主に座るのでちょっと汚れ対策としてこれを2年かけてます。でかけた印象どうかっていうとご覧の通りでございます。綺麗でしょうね。特にカビなんかも生えていないし、メーカーとしては本革シートには使わないでくださいとね、謳ってますけれども、使っても全然問題ないと思います。使わないでくださいっていう大きな理由は多分ね滑りやすいでしょうね。確かにね滑りやすいっちゃ滑りやすいんだけれども、シートの綺麗さを保つならば敷いた方がね良いかと思います。そして足元はね後席にもトレーマットを敷いております。あとですねおすすめのオプションとしてはこちら、これは本当に良いです。後席用ステップガードというオプションになります。お値段としては1万2000円ぐらいなんですけれども、ここに足をかけることによってルーフへのアクセスがしやすくなるっていうね、そんな感じなので、私みたいにルーフボックスであったり、あとはキャニオン XT のようなバスケットを装着されている方はこちらの後席用ステップガードは貼っておいた方が良いです。これを貼ることによって足元が安定します。フォレスターはもともと足をねかける場所が広くて安定はするんだけれども、
これを貼ることによってより安定するっていうね、そんな感じです。これはおすすめできます。それとこれからねフォレスターをご検討する方にですねお伝えしたいことがあるんですけれども、このフォレスターの後席真ん中ですね、座席中央がフラットになっているんです。これはね非常にポイント高いんです。なぜかというと、この車で5人乗ってどっか出かける際、必ず誰か真ん中にね、座る形にはなると思うんですが、真ん中の座り心地が悪いと遠出が苦痛になります。なんですがこのフォレスターは真ん中の座り心地も良いんですよ。だから結構ね5人で遠出ができる車になってます。我が家はね5人家族なので誰かしらここに座るんですけれども、あんま文句は出ないですね。アウトバックに5人乗って出かけた際、真ん中きついって言葉は出るんですが、フォレスターの場合はそんな言葉は出ないです。でさらに足元のセンタートンネル、これがかなりね低いんですよ。だから真ん中に乗ってもそれほど苦痛にならないって感じ。おそらくねレボーグアウトバックの方がこのセンタートンネルの高さってもうちょっとね高いんです。センタートンネルの高さはフォレスターが一番低いと思います。これはね実際に使っていないとわからないし、実際に5人乗って出かけないとわからないことです。なので5人家族の方にもおすすめできる車だと思います。はい、今後席にね、座ってみました。私はほぼというか全然後席に座る機会はないんですけれども、後席の座り心地はある程度硬さはあります。そう、ある程度ね硬さがあった方が長距離走った場合は、疲れにくいシートだとは思うので、そうロングドライブするにあたっても問題ない、そんなね、シートだと思います。で足元の空間こんな感じですね。20センチぐらいはね確保できるなっていうところで、あと後席にもちゃんとねエアコンの吹き出し口、シートヒーター、 USB こちらがありますので、後席の環境としては良いかなと思います。でさらにルーフピラー、こちらブラックですね。 STI スポーツはブラックになっておりますので、車内の雰囲気はね結構締まってかっこいいです。でアイボリーに比べて天井のね圧迫感感じるかなって思ったんですけれども、全くそんなことはありません。フォレスターは天井が高いので圧迫感っていうのはほぼ感じないかなと思います。この辺りはですねフォレスターより車体の大きいアウトバックよりね室内の広さっていうのは感じられますね。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回はですねこのフォレスター STI スポーツが納車されて2年経ちましたので、改めて内外装をご紹介いたしました。フォレスターはねモデル末期になっておりますけれども、まだまだ売れている SUV になっておりますので、ぜひこの機会にご検討いただければと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。